皆さん、こんにちは。たぬき親父流 Excel の正しい使い方チャンネルへようこそ。私は、ご案内役の赤さなです。どうぞよろしくお願いします。今回は、Excel Basic シリーズ日付と表示形式ということで、Excel での日付と日付の表示に欠かせない表示形式についてご紹介しましょう。さあ、始めましょう。セルに入力できる値の種類。Excel はデータをセルまたはテーブルに入力します。そこにはどんなデータが入力できるのでしょうか？セルに入力できるもの。セルには大きく分けて値と数式が入力できます。値をさらに分けると数値とテキストと日付に分かれます。数値は計算できる数字です。テキストは計算できない文字や数字です。日付はシリアル値がセルに格納されます。Excel で正しくデータを扱うためには、まずこの3つの違いを正しく知る必要があります。この動画では、日付と日付の表示に欠かせない表示形式についてご紹介します。Excel は日付を計算するためにシリアル値というもので管理しています。ここでは日付とシリアル値についてご紹介しましょう。シリアル値とは、Excel は日付をシリアル値というもので管理することで、日付の計算ができるようになっています。シリアル値は、1900年1月1日をシリアル値1として、1900年1月1日からの経過日数をプラスして求めたもの。1900年1月2日は、1900年1月1日から1日経過しているので、シリアル値は1足す1で2となります。同様に、1900年1月3日は2日経過しているので、シリアル値は1足す2で3となります。2022年7月1日は44,742日経過しているので、シリアル値は1足す44,742で44,743となります。このように、シリアル値は1日を1として計算できるようにしているわけです。地球最後の日。さて、皆さん、シリアル値には最終値というものが存在しています。Excel が認識している地球最後の日、その日のシリアル値は2958465です。これ、何年何月何日かわかりますか？頭の柔らかい方なら、わかりましたよね。そうなんです。この日付は、計算しなくてもわかるんです。答えは、9999年12月31日です。Excel は、西暦の年を4桁しか持っていないんです。言われてみれば、なるほど、ですね。シリアル値じゃわからない。シリアル値44,743。これ、何年何月何日ですか？と言われても、皆さん困りますよね。ですから、Excel は、日付と判断できるテキストが入力されたとき、そのテキストをシリアル値に変換してセルに保存すると、次に、セルの表示形式を入力したテキストの形式に応じた表示形式に自動設定するように作られているのです。ですから、先ほどの2022年7月1日のテキストをセルに入力すると、Excel はシリアル値を計算して、セルに44,743を保存していますが、その後に、セルの表示形式で日付を設定して、人間にも2022年7月1日とわかるようにしているわけです。表示形式の詳細については、
動画の後半で詳しくご紹介します。お楽しみに。ところで、皆さん、数式バーには、セルに保存されている値が、すっぴんの状態で表示されているということをご存知ですか？Excel は、表示形式を使って、セルに保存されている値にカンマをつけたりして、見た目をいろいろ変えることができるのですが、数式バーには、セルに保存されている値そのものが表示されます。しかし、セルに日付や時刻が入力されている場合には、例外として、数式バーには、セルに保存されているシリアル値ではなく、日付時刻の標準形式の値が表示されるようになっています。数式バーにわけのわからないシリアル値を表示しても意味がないので、例外的に標準形式の日付や時刻の形で表示しているのです。時刻と時間。ここでは皆さんも Excel もあまり意識していない時刻と時間の違いについてご紹介しましょう。パワークエリー4 Excel が導入されたことで、時刻と時間の違いは Excel ユーザーもしっかり理解する必要があります。時刻と時間。時刻は1日の中のある一点のことで、時間はある点からある点までの間隔です。Excel のシリアル値では日付と時刻が基本です。時間ではないので注意してください。ただ、Excel は日付と時刻のシリアル値を利用して時間を表現することも可能です。紛らわしいですが、その方が便利なので仕方ないですね。また、時刻は日付と合わせて日時ということもありますよね。これもある一点の時刻なのですが、紛らわしいので日時と覚えてください。時刻のシリアル値。時刻は1日の中のある一点のことです。そして、1日のシリアル値は1です。ですから、時刻のシリアル値は0以上、1未満の小数なんです。ここで大切なことは、1は含まれないということです。シリアル値1は次の日なので、時刻は0時0分なのです。表の右側に、時刻のシリアル値に、あえて、日付時刻形式の表示形式を設定してみました。日付のシリアル値は、1900年1月1日が1なので、小数の時刻のシリアル値は、1900年1月0日と表示されます。どうでもいいことですね。スペースが空いて寂しかったので遊んでみました。日時イコール日付プラス時刻。ここまでのシリアル値についてまとめると、日付のシリアル値は1から295万8465までの整数。時刻のシリアル値は0以上1未満の小数。ということは理解していただけましたね。Excel はこの2つのシリアル値を加算した数字をセルに保存することで、1つのセルで日時を表現することが可能です。可能なんですが、皆さんがこれからテーブルを使ってデータを管理する場合は、右側のテーブルのように日付列と時刻列を分けて作ることを強くお勧めします。理由を知りたい方は、Power BI XYZ を検索してみてくださいね。シリアル値を使って時間を表現。0から295万8466未満の数値を使って時間を表現することが可能です。数値ですので、当然、時間の計算も可能です。ただし、Excel で時間を表現するためには、ユーザー定義の表示形式を利用する必要があります。具体的には、時を表す書式記号 H を半角の角括弧でくくって H:MM のように指定します。すると、
シリアル値2は 48:00 のように表示されます。時の長さを分単位や秒単位で表示することも可能です。寄り道、時刻と時間の違いが重要に。Excel のテーブル上の時刻列には24時を超える時間が入力可能ですが、このテーブルをパワークエリーで読み込んで、列の型を時刻に変更すると、テーブルの下2行は24時を超えた時間のため、エラーとなり、パワークエリーの結果をシートに取り込むと、空白として返されます。パワークエリーの時刻列は、24時0分未満の時刻しか保持できないので、これからの Excel テーブルを使う際には、時刻と時間の違いを意識することが大切です。ちなみに、パワークエリーには、時間という列の型はなく、期間の型を使用します。日付や時刻の入力。日付はシリアル値で管理されています。しかし、日付の入力にシリアル値は必要ありません。日付の入力。Excel は日付をシリアル値として管理していますが、ユーザーはシリアル値を計算して入力する必要はありません。Excel が日付として認識できる形式で入力すれば良いのです。セルの表示形式が標準であれば、2022年7月21日と年月日を半角スラッシュで区切って入力します。Excel は入力値が日付であると判断すると、入力値をシリアル値に変換してセルに格納した上で、セルの表示形式を入力値に合わせて設定します。例えば、7スラッシュ21と入力すると、今年の年を付加してシリアル値に変換した上で、7月21日とセルの表示形式を調整します。画面には、Excel が日付と認識するテキストを書き出してみました。上から5行の薄いグリーンの行のテキストは、表示形式が日付に変更されるテキストです。さらに、この表示形式は、OS の地域設定によって自動調整される表示形式となっており、対象ブックを開いた PC の地域設定によって表示される形式がその地域の標準形式に変更されます。7行以降のテキストについては、それぞれ入力テキストに合わせた表示形式が適用されます。令和とか漢字で入力するのは大変なので、最初から表示形式を変更しておいて、スラッシュを使った標準形式で入力することをお勧めします。テーブルなら1行目に設定したセルの書式設定を2行目追加時に自動適用してくれますので、事前にテーブル行を余分に作ってセルの表示形式を設定しておく必要はありません。時刻、時間の入力。時刻の入力についても、シリアル値を意識する必要はありません。Excel が時刻として認識できる形式のテキストで入力すれば、Excel が時刻として認識して、シリアル値に変換してセルに保存してくれます。さらに、入力形式に応じた表示形式を自動設定してくれます。薄いグリーンの行の36:20は、Excel は時刻ではなく、時間として認識するので、ユーザー定義で時間を表す H を半角の角括弧でくくった表示形式を自動設定します。薄いオレンジの行は、日付と時刻を半角スペースでつなげたテキストで入力されているので、Excel は日時として判断して、日時を表す表示形式を自動設定しています。ここで紹介している事例は、表示形式が標準のセルに対して指定のテキストを入力した場合のものです。表示形式を標準以外に事前設定したセルの場合は、設定された表示形式をそのまま利用しますので、表示形式を統一したいセル範囲には、事前に表示形式を設定しておくことをお勧めします。
前のページでもご紹介しましたが、テーブルでは、データの1行目のセルの書式設定を、追加された行でも引き継ぎますので、テーブルのデータの1行目には、列のデータに応じた表示形式を設定することを強く推奨します。今日の日付と現在の時刻。入力方法の最後に、今日の日付と現在の時刻のショートカットキーによる入力をご紹介しましょう。最初に、現在の時刻の入力方法です。現在の時刻を入力するショートカットは、コントロールキーを押しながらコロンキーを押してください。コロンキーは、デジタル時計の真ん中で点滅している記号です。時計だから時刻のショートカットです。覚えやすいでしょ？次に、今日の日付のショートカットは、コントロールキーを押しながら、セミコロンキーを押してください。セミコロンキーは、コロンキーの左隣のキーです。セミコロン自体に意味はなく、覚えやすいように、コロンの隣のキーを使ったというところですね。実は、ショートカットキーの、このパターン、他にもあります。皆さん、おなじみの、コピーのショートカットキーの C キーは、コピーの頭文字の C ですよね。そして、C キーの両隣が、X キーが切り取り、V キーが貼り付けとなっているわけです。シリアル値のもう一つの顔。シリアル値は、日付や時刻を表す数字なのですが、もう一つ表現できるものがあります。シリアル値があれば、ここまで、セルに保存されたシリアル値を、表示形式を変更することでいろいろな表示に変更できることをご紹介してきました。シリアル値から表示形式を使って表現できるものがもう一つあります。ここでは実際にその操作を皆さんにやっていただきたいと思います。皆さん、新規の Excel ブックを用意してください。アクティブシートの A1 セルを選択してください。A1 セルに皆さんの誕生日を西暦、/月、日で入力して、コントロールキーを押しながら、エンターキーを押してセルに保存してください。コントロールキー、プラス、エンターキーの意味がわからない方は、Excel の超基礎の動画をご覧ください。コントロールキー、プラス、エンターキーで確定したので、A1 セルがアクティブな状態だと思います。もし、間違えた方は、ここで A1 セルを選択してアクティブにしてください。次に、コントロールキーを押しながら、キーボード左上の1キーを押してください。コントロール、プラス、1キーは、セルの書式設定ダイアログを表示するためのショートカットです。セルの書式設定ダイアログの表示形式タブが選択されていることを確認してください。分類の選択リストの一番下のユーザー定義を選択してください。種類のすぐ下のテキストボックスの D の後ろをマウスでクリックしてください。すると D の後ろにカーソルが表示され編集状態になります。キーボードが半角モードになっていることを確認して、シフトキーを押しながらキーボード上段中央にある8キーを押して、半角括弧を入力します。これで日付の後に半角括弧が表示されるようになります。次に、半角小文字で AAA と入力します。最後に、シフトキーを押しながら Q キーを押して、半角の括弧閉じを入力します。正しく入力できたら、OK ボタンを押して、表示形式を確定します。いかがでしょうか？皆さんの誕生日は何曜日でしたか？Excel のシリアル値は、このように、9999年12月31日までの
曜日も保持しているのです。また、表示形式を変更すると、下記のような表示も可能です。このように、シリアル値があれば、曜日を表現することができるのです。つまり、曜日単位の集計も、シリアル値があれば簡単にできるということです。ここまで、シリアル値から表示形式を使って、日付や時刻、時間、曜日などを表示してきました。この表示形式の詳細は、動画の後半で詳しくご紹介します。お楽しみに。さて、Excel は計算しますよね。ここまでご紹介した表示形式は、シリアル値の見た目を変える機能なんです。ですから、せっかくセルの見た目を変えても、セルに保存されている値はシリアル値なんです。つまり、表示形式で変更したセルの見た目は、計算式の中では利用できないということです。でも、さっき、曜日で集計できるとたぬき親父は言いましたよね。そうなんです。シリアル値から必要な情報を取り出して、計算の中で使えるんです。ただ、それは、表示形式の機能ではなく、Excel の関数の機能を利用してシリアル値から取り出すのです。次の章では、シリアル値に関する関数についてご紹介しましょう。シリアル値を求める。年月日からシリアル値を求めたり、今日のシリアル値などを求める関数をご紹介しましょう。年月日からシリアル値。デート関数。デート関数は、引数の年、月、日を使ってシリアル値を返す関数です。引数には、数字はもちろん、セル範囲、計算式を指定できます。ただし、それぞれの引数には、代入できる数値に制限があります。右側の表に、代表的な引数例を表示しています。日付の入力では利用可能な、西暦2桁の年は、デート関数では利用できませんのでご注意ください。月、日の引数に関しては、計算結果が1から295万8465の範囲内になる数字であれば、負の値を含め、代入可能です。年、月、日の組み合わせに依存しますが、一般的な計算結果を代入するのであれば、自由度は大きいので、あまり気にすることはありません。今日のシリアル値。today 関数。today 関数は、今日のシリアル値を返す関数です。この関数には、引数がありません。使用例としては、例えば、1963年に生まれた人について、その人の今年の誕生日の時点での年齢を調べるには、イヤー関数の引数として、today 関数を使用して、現在の年を取得し、1963を減算して年齢を計算します。今のシリアル値。now 関数。now 関数は、現在の日付と時刻のシリアル値を返す関数です。この関数には、引数はありません。now 関数は、現在の日付と時刻をワークシートに表示したり、現在の日付と時刻に基づいて値を計算し、ワークシートを開くたびに、その値を更新する必要がある場合に便利です。シリアル値から求める。シリアル値から関数を使って求められるものの代表例をご紹介しましょう。シリアル値から年。イヤー関数。シリアル値から西暦4桁の年を整数で返します。引数にはシリアル値を指定します。シリアル値から月。マンス関数。シリアル値から1から12の月を整数で返します。引数には
シリアル値を指定します。シリアル値から比。例関数。シリアル値から1から31の比を整数で返します。引数にはシリアル値を指定します。シリアル値から英語表記の付き。テキスト関数。テキスト関数を使用すると、表示形式コードを使用して、数値に書式設定を適用することで、数値の表示方法を変更することができます。これは、数値をより読みやすい形式で表示する場合や、数値を文字列または記号と組み合わせる場合に便利です。テキスト関数の第1引数にシリアル値を指定して、第2引数に表示形式コードの M を3個、ダブルクォーテーションで囲って指定することで、英語の3文字表記の月の名前をテキストとして返すことができます。第2引数の表示形式コードの M を4個にすることで、英語のフル表記の月の名前をテキストとして返すことも可能です。シリアル値から日本語の曜日。前のページでご紹介したテキスト関数の表示形式コードを変更することで、日本語の曜日をテキストとして返すことも可能です。テキスト関数の第1引数にシリアル値を指定して、第2引数に表示形式コードの A を3個、ダブルクォーテーションで囲って指定することで、日本語1文字の曜日をテキストとして返すことができます。第2引数の表示形式コードの A を4個にすることで、日本語3文字の曜日の名前をテキストとして返すことも可能です。シリアル値から英語の曜日。テキスト関数を使えば、英語の曜日をテキストとして返すことも可能です。テキスト関数の第1引数にシリアル値を指定して、第2引数に表示形式コードの D を3個、ダブルクォーテーションで囲って指定することで、英語の3文字の曜日の名前をテキストとして返すことができます。また、第2引数の表示形式コードの D を4個にすることで、英語のフル表記の曜日の名前をテキストとして返すことも可能です。シリアル値から曜日番号。ウィークデー関数は、日付に対応する曜日を整数で返します。戻り値は、第2引数によって調整可能です。詳細は、左側の表をご覧ください。前のページで紹介したテキスト関数を使って表示する曜日は、戻り値がテキストなので、見た目の表示には適していますが、計算式の中で利用するには適しません。計算式の中や条件付き書式で曜日を利用する場合は、ここで紹介するウィークデー関数を利用します。右側の図は条件付き書式を使って土日に色をつける場合の例です。条件付き書式の計算式に直接ウィークデー関数を使うことも可能ですが、例では、いい列に作業列として、ウィークデー関数を使って曜日番号を求めて、いい列の値が5より大きい場合だけ、その行をピンクにハッチングしています。この条件付き書式を設定する際には、事前に A2 セルがアクティブな状態で、A2 セル以下のテーブルの全データ行を選択して、条件として、$E2 が5より大きいの条件を設定します。この条件は A2 セルに対する条件ですが、他のセルにも相対参照されて設定されるので、曜日が入っている E 列が必ず対象になるように$E としています。こうすることで、どのセルの条件付き書式の条件も E 列を参照するように設定できます。一度に条件付き書式を設定する際には、必須の方法です。対象範囲を選択して、アクティブセルに対する条件を指定する。その際に、対象範囲全体に相対参照して条件が設定されるので、
条件対象として移動してほしくない列や行がある場合には、ドルマークをつけて固定する。ぜひ、覚えてくださいね。シリアル値から ISO 集番号。ISO ウィークナンバー関数は、指定された日付のその年における ISO 集番号を返します。集番号は、もともと、ウィークナンバー関数を使って、いろいろなパターンの集番号を求めて使っていましたが、最近では、国際規格である ISO 集番号を使う企業が増えているようです。ウィークナンバー関数でも、第2引数に21を指定することで、ISO 集番号を返すことは可能ですが、ISO 集番号を返すのであれば、ISO ウィークナンバー関数を使うことをお勧めします。シリアル値から月末日。エンドオブマンス関数は、開始日から起算して、指定された月数だけ前または後の月の最終日に対応するシリアル値を返します。月に0を指定することで、当月の月末日を返すことも可能です。現在は、エンドオブマンス関数があるので、簡単に月末日を計算することが可能ですが、この関数が導入される以前は、複数の関数を組み合わせて計算していました。そして、この計算式の組み立て方は、Excel で複数の関数を組み合わせて答えを求めるときの考え方の勉強には最適なものでした。ですから、最初からエンドオブマンス関数が使える皆さんは、ある意味、不幸なのかもしれません。せっかくの機会なので、昔の考え方をご紹介しましょう。皆さん、月末日と聞いて何を思いつきますか？大抵の方は、大の月と小の月で30日と31日があって、2月はうるう年がと考えると思うのです。しかし、その考えが頭に浮かんだ時点で、Excel の計算で月末日を計算することは諦めましょう。実は、月末日はもっとシンプルに言い表すことができるんです。私も、この答えを聞いたとき、猛烈に悔しかったことを覚えています。それでは答えです。月末日は、翌月1日の1日前。なんだ、でしょ。でも、石頭のたぬき親父では、思いつかなかったです。この発想の転換が大切なんですよね。エンドオブマウス関数が導入される以前は、デート関数の第2引数である月に1をプラスして翌月にして、第3引数である日に1を指定して、1日前なので1を引く。見事に月末日が計算できるわけです。悔しかったですか？シリアル値から年度。残念ながら、年度を求める関数は、Excel には実装されていません。でも、大丈夫。皆さんは、関数を組み合わせて、計算することができるのですから。年度を言葉で表すと、対象日の3ヶ月前の年ということになります。これを関数に置き換えると、eDate 関数で対象日の3ヶ月前の日付を求め、そこから year 関数で年を求める。これが年度ということになります。シリアル値からウィークリーマンス。ウィークリーマンス、聞き慣れない言葉だと思います。皆さんは、普通、カレンダーマイスの月を使っていますが、私のお世話になっている製造業の現場では、一部の業務で、ウィークリーマンスというものを使っています。ウィークリーマンスの定義は、月と週は月曜日から始まり、日曜日で終わる。1ヶ月は28日間or 35日間のどちらか。1日が月曜日から水曜日の場合は、1日が含まれる週が月の第1週。1日が木曜日以降の場合は、
1日が含まれる週の翌週が月の第1週。さて、ウィークリーマンスの2022年11月は何日から何日まででしょうか？答えは、2022年10月31日から2022年12月4日までが、ウィークリーマンスの11月です。さて、このウィークリーマンスの月を求める計算式ですが、こんな感じの計算式で求めることができます。皆さん、使うことはないと思うので、式の説明はやめておきますね。表示形式。セルには、値や計算式を保存する機能と、セルの書式を保存する機能があります。そのセルの書式の一つが、表示形式です。ここでは、表示形式についてご紹介しましょう。セルの書式設定。皆さん、Excel を開いて、コントロールキーを押しながら1キーを押してみてください。すると、セルの書式設定ダイアログが表示されると思います。そうです。ショートカットキーの1番に設定されているのが、セルの書式設定ダイアログの表示なんです。まあ、Excel なんで、当たり前といえば当たり前の話ですよね。セルの書式設定は、表示形式、配置、フォント、罫線、塗りつぶし、保護の6つのグループタブに分類されています。ここで設定できる項目は、その名の通り、セル単位に設定する項目が基本ですが、文字色等、一部の機能は、文字単位でも設定が可能な機能もあります。セルの書式設定については、別動画で詳しくご紹介する予定なので、ここでは、セルの書式設定の一丁目一番地、日付の中でも少しご紹介した、表示形式についてご紹介したいと思います。セルの表示。私の師匠である、オフィス田中の田中先生のセルの説明が大変わかりやすいので、ここでは、田中先生の説明の概要を使わせていただきます。一つのセルを透明な箱としてイメージしてください。皆さんは、セルに値や数式を入力するわけです。すると、Excel は入力されたものが数式なのか値なのか判断し、さらに、値の場合は数値なのかテキストなのか、それとも日付なのかを判断して、それぞれの保存形式でセルに保存します。今回は、1000という値を数値として保存しました。Excel にとって数値1000は計算に利用できる値なので何の問題もないのですが、これを見る人間にとっては、この1000という数値が1000個なのか1000円なのかよくわかりません。かといって、セルに1000円と入力したら、Excel はそれをテキストとして認識して、計算に利用できなくなってしまいます。こんな時便利なのが表示形式なのです。表示形式は、セルに保存されている数値はそのままに、セルの透明な箱の蓋に、追加したい書式を設定することで、私たち人間には単位がついた見た目にわかりやすい表示に変えてくれる機能なのです。セルに保存された数値を変更するわけではないので、当然、Excel は正しく計算を行ってくれる優れものなのです。これを知らなくて、隣のセルに単位を入力している方がいますね。数字に単位をつけるという行為は、とても大切なことです。なぜなら、その方が人間に理解しやすくなるのですから。しかし、Excel には、せっかく、表示形式の機能があるのですから。今日からは、表示形式の機能で、数値に単位を表示してくださいね。
基本的な表示形式。表示形式は、セルの書式設定ダイアログを開かなくても、設定することが可能です。表示形式を設定したいセル範囲を選択して、ホームタブの数値グループにあるボタンを選択することで変更できます。この辺は、皆さんよく使っているので、説明も不要ですね。標準と表示された選択ボックスをクリックすると、基本的な表示形式の一覧が表示され、そこから設定することも可能です。ちなみに、数値の横にある斜め右下向きの矢印ボタンは、セルの書式設定ダイアログを表示形式タブが選択された状態で開くボタンです。配置の横のボタンは、配置タブが選択された状態で開きますので、お試しあれ。基本的な表示形式。表示形式タブの分類に表示される基本的な表示形式を簡単にご紹介しましょう。表示形式、標準。数値を入力したときに適用される規定の表示形式です。特定の書式を設定していない状態です。セルの幅が十分でない場合には、数値が丸められます。また、12桁以上の数値は指数表記が使用されます。表示形式、数値。数値の一般的な表示に使用します。小数点以下の桁数、桁区切り記号のカンマを使用するか、負の数の表示形式を指定できます。表示形式、通貨。金銭を表す一般的な値で使用し、規定の通貨記号付きで数値が表示されます。小数点以下の桁数、桁区切り記号のカンマを使用するか、負の数の表示形式を指定できます。表示形式、会計。この表示形式も、金銭を表す値で使用しますが、列内の通貨記号と小数点位置を揃えます。表示形式、日付、時刻。日時のシリアル値が指定した種類とロケールに応じた日付の値として表示されます。アスタリスクで始まる日付形式は、コントロールパネルで指定した地域の日付と時刻の設定に応じて変わります。アスタリスクがついていない書式は、コントロールパネルの設定による影響は受けません。表示形式、パーセンテージ。セルの値を100倍した結果が、パーセント記号付きで表示されます。小数点以下の桁数を指定できます。表示形式、分数。指定した分数の種類に従って、数値が分数として表示されます。表示形式、指数。数値部分を E+N に置き換えて、数値が指数表記で表示されます。表示形式、文字列。セルの内容が文字列として処理され、数値を入力した場合でも、入力した内容がそのまま表示されます。表示形式、その他。郵便番号、電話番号、管理番号などの形式で数値を表示します。自動的に適用される表示形式。標準の表示形式が設定されているセルに値を入力すると、入力した値によって表示形式が自動的に変更されることがあります。例えば、ハイフンまたはスラッシュで区切られた数値は、Excel は日付として認識してシリアル値を計算します。そして、計算したシリアル値をセルに保存します。そして、さらに入力した値の形式に応じた日付の表示形式を自動適用するのです。この自動処理は、
標準の表示形式のセルに対して行われる処理です。標準以外の表示形式が設定されているセルでは、設定された表示形式を変更することはありません。ユーザー定義の表示形式。表示形式には、基本的な表示形式以外に、ユーザーが独自に作成できるユーザー定義の表示形式があります。ここでは、ユーザー定義の表示形式についてご紹介しましょう。表示形式のユーザー定義。ここでは、ユーザー定義の作り方についてご紹介しましょう。ユーザー定義の手順。表示形式を設定したいセル範囲を選択します。コントロールキーを押しながら1キーを押して、セルの書式設定ダイアログボックスを表示します。表示形式タブが選択されていることを確認します。分類でユーザー定義を選択します。種類の下のテキストボックスに表示形式を設定します。設定の仕方や記号については、後ほどご紹介します。まずは、ここで設定するんだ、ということを覚えてください。表示形式の定義。表示形式は、4種類の値の場合の定義をセミコロンで区切って指定することで、最大で4つの定義を1つの種類として作成できます。例えば、青文字のような4種類の定義をセミコロンで区切って設定すると、正の値は、線のように3桁の区切りカンマ付きで表示され、負の値は、マイナス線のように赤文字で、マイナスと3桁区切りカンマ付きで表示されます。また、0は、青文字で0と表示され、文字列は緑文字で表示されます。セミコロンを1つだけ使用して、2種類の定義だけを指定した場合は、最初の定義が、正の値及び0の値の時適用され、2つ目の定義が、負の値の時に適用されます。数値の書式記号。数値の表示形式を変更する場合に使用する代表的な書式記号です。最初は、皆さんおなじみのカンマです。リボンのボタンにもあるので、皆さん、ご存知の通り、3桁の区切りカンマが表示されます。カンマの後ろの記号を省略することで、桁数を減らして表示することもできます。見た目だけで、セルに保存された値には、変化がないことが重要です。次は、ナンバーサインです。シャープと呼ぶ方が多いですが、横棒が水平なので、シャープではありませんが、日本では、プッシュフォンのダイヤルのナンバーサインをシャープと呼んでいた関係で、一般的には、シャープと呼ばれています。日本語では、井桁や番号記号と呼ぶこともあります。また、最近では、ハッシュタグという言葉が浸透しているので、ハッシュ記号と言った方がわかりやすいかもしれませんね。ナンバーサインは、一桁の数字を表します。ナンバーサインの個数分の桁数が表示されますが、0の値は表示されなくなります。その方が良い場合もあるのですが、一般的には0は表示したいので、カンマの表にある最後が0の表示形式を使うのが一般的です。次は0です。一桁の数字を表します。0の個数分の桁数が表示されます。また、入力されていない桁にも0が表示されます。見た目に前0をつけるときに使用されます。最後はクエスチョンマークです。整数部分と小数部分の余分な数字がスペースとなり、小数点の位置が揃います。日付の書式記号、年。年を表す書式記号は、小文字の y が西暦の年を表し、y2 つで西暦の死も2桁、y4 つで西暦4桁表示となります。
小文字の E は年号を表し、E1 つで年号が表示され、E2 つで2桁表示の年号になります。小文字の G は元号を表し、G1 つで元号の頭文字がアルファベットで表示され、G2 つで元号の頭文字が漢字で表示されます。また、G3 つでは元号が漢字で表示されます。その他の日付の書式記号。小文字の M は月を表します。M の数によって一覧表にあるように数字や英語表記の月で表示することができます。小文字の D は基本的には日を表しますが、3個と4個の場合は英語表記の曜日を表示します。小文字の A は日本語表記の曜日を表示するときに利用します。このように、シリアル値は表示形式を利用することで、いろいろな書式で表示することが可能です。色の書式記号。文字の色を指定する場合は、以下の8色のいずれかを定義に含めます。例えば、青文字で書かれた書式記号を設定すると、正の値は、線のように3桁の区切りカンマ付きで表示され、負の値は、マイナス線のように赤文字で、マイナスと3桁区切りカンマ付きで表示されます。また、0は、青文字で0と表示され、文字列は緑文字で表示されます。文字列を扱う書式記号。セルに入力されている数値に、特定の文字列を組み合わせて表示したい場合には、1のように、数値に対する書式とともに、ダブルクォーテーションでくくった文字列を設定します。セルに入力されている文字列に、特定の文字列を組み合わせて表示したい場合は、セルに保存される文字列の部分をアットマークに置き換えます。2のように設定すると、セルに保存された文字列の後ろに、半角スペースと様が表示されます。スペースを空ける書式記号。間隔を空けたい位置にアンダーバーを設定します。この時、アンダーバーの後ろに文字を指定すると、その文字と同じ幅のスペースが入ります。例えば、負の値を括弧でくくって表示するように設定している場合、正の値にも数値の右側に括弧と同じ幅のスペースがないと表示位置が揃いません。そのため、青文字で表示した書式のように設定することで、正の値の表示形式の末尾に右括弧分のスペースを追加して表示します。まとめ。日付は、シリアル値をセルに保存する。シリアル値から関数を使って、年や曜日、年度などを計算できる。シリアル値は、表示形式を使って、いろいろな形式で表示できる。なので、Excel で日付を扱う場合は、必ずシリアル値で保存する。いかがでしたか？日付とシリアル値の関係、そしてシリアル値と表示形式の関係。理解できましたか？今日からシリアル値を使ってくださいね。たぬきおやじ流。Excel の正しい使い方チャンネルでは、継続する業務での Excel の正しい使い方を発信しています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。また、動画に対するコメントもお待ちしています。さあ、始めよう。